キノコが生えてきた。さっき大雨の時は鳥たちが激しく鳴いてた。まだ餌を探してる。自分にできない理由はないよな。そうだろう。俺の経験からすると、この後はもう血は出ないはずだ。一晩の豪雨でキノコが生えてきた。これはいい知らせだ。もっとたくさん生えてくれるといい。この木くずを積めばまだ育つはず。でもこれは小さすぎる。まだ少しクズの根が残ってる。今は雨も止んだし、クズを食べてから作業しよう。罠の確認は無理だな。これを食べたらパイプを敷くのもいい。今の食料の備蓄は大きめのクズの根が2本ある。それに上には少し山芋も埋めてある。だから今日の計画は近くから始めて徐々に遠くへ。まず近場でパイプを敷く。もし天気が良くなったら木の上の獲物を狙いに行く。晴れると休む前に鳴くから、夜は木の上で休むんだ。下から触れさえすれば石でも叩き落とせる。雨が降ってきた。この広い空よ、なぜ俺にこんな仕打ちをするんだ。雪は止んだみたいだ。外の様子を見てみよう。仕方ないな。雪解けの方がもっと寒い。しかも地面もさらに湿ってる。寝て体力を回復しよう。今日は天気が良さそうだ。よし。小さいキノコがたくさん生えてる。指くらいの大きさだ。ほら、ここにも。下にもまだある。昨日は大雨だったから罠はかなり作動したはずだ。だから今は確認は急がない。先にあのツルを使ってロープをもっと編む。ロープが多ければ罠もたくさん仕掛けられる。そうすれば肉を食べるチャンスも増える。ロープを7から8まで本編だ。そろそろ山を見回りに行こう。昨日は大雨だったから罠に期待はしてない。作動してるかどうかだけ確認して元に戻すだけだ。この罠は作動してた。前の方も見に行こう。
もう8個の罠を確認したけど、収穫はゼロ。予想はしてたけど、やっぱり落ち込む。少し休もう。休みながら罠を直して、ついでにロープも全部仕掛ける。ここは完了。あと4本のロープを設置する。この場所はもっといい。下は密林、上は岩場だ。ここで遮って、ここが通り道だ。疲れた。でもやる価値はある。罠を6個追加した。まず橋を平らに切る。割るとき楽になるから。大変だ。まずは食べよう。食べてから真ん中の節を割る。先に食べる。でんぷんが多い。これなかなか美味しい。水分が多くてすごく甘い。でんぷんも豊富だ。しかも中心部分がとても柔らかい。大きな竹の節だ。ここからが一番大変だ。中の施設を全部壊さないといけない。
しゃがんでずっと節を壊してたら足がしびれてきた。まだ半分しか終わってない。もう限界だ。寝よう。温度が高すぎる。食べきれないから放っておいたら、ついてない時は水を飲んでもトラブルだ。本当に起きたくないな。昨日は遅くまでやってた。こっちは節を通しておいた。こっちはまだ4から5まで本残ってる。もう肉はない。最後のクズの値だ。地面には少し山芋も埋めてある。とりあえず少し食べよう。外に出る体力を保つために、今日は罠の状況に関係なく他の食料も確保しないといけない。こういう環境では臨機応変が大事だ。まずは食料確保が最優先だ。暖気の通り道を塞ぐ必要がありそうだ。温度が高すぎる。さっき順調に育っていたのに腐り始めてる。これはまだいい感じ。小さいのもある。この2つはコインくらいの大きさだ。こっちはまとまってる。暖気が少し強すぎる。熱がこもりすぎてる。ここはすごく暑い。OK、これでいい。出発しよう。山鳩の羽をいくつか見つけた。山頂には水がない。だからここ谷に水を飲みに来たんだろう。まず罠を確認する。鶴があれば採集して、この斜面にもいくつか仕掛ける必要がある。落ち葉が広くかき分けられていたら、それは鳥の痕跡だ。今日みたいな天気なら獲物がかかる可能性は高い。まず確認しよう。野生の芋を見つけた。つが細い。掘る価値はない。先に進もう。また新しい発見だ。この谷に近いエリア一帯に群れで活動している。まとめると、今日は罠にかかるかどうかに関係なく、この谷に近いエリアでは罠を多めに仕掛ける必要がある。周りは全部そうだ。まだ産卵の時期じゃないから群れで行動している。普通こういう群れなら数羽どころか10から20まで羽はいる。あっちの罠の方で鳥が激しく鳴いている。
罠にかかっているかもしれない。周りの鳥も驚いている。ここには行かない方がいい。そうだな。まずは別の方向を見よう。今回は運が来たかもしれない。やっぱりこの判断は正しかった。みんなこの谷の水を飲みに来る。特に山鳩だ。それだけじゃない。静かに仕掛けを整えておく。ここ数日は天気が良かったから多くの群れがこの谷に水を飲みに来ている。下の水場は自分のシェルターに近すぎる。毎日騒いでいるから動物が来なくなる。右側にも4から5まで箇所ある。群れはまだこの周辺で活動している。こっそりと先にロープを全部仕掛けて、そのまま静かに撤退する。OK! ここは完了。あと、ロープが3本ある。3つ罠を仕掛けられる。小さな積み重ねがやがて大きくなる。小川もやがて大河になる。今は獲物がなくても毎日少しずつ増やしていけば、この山一帯が全部自分の狩り場になる。その時は毎日何匹も取れる。10匹でも100匹でも。食べきれなければ干し肉にすればいい。続けよう。これはいいものだ。しかも群れて生えている。ついてないときは水を飲んでもトラブルだ。表面の土は越えているのに、下は全部大きな石だ。この草も食べられない。多分ウサギは来てない。かからなかったなら仕方ない。罠は結局運頼みだからな。シェルターの土の中にはまだ山芋がある。あと20日耐えて乗り切るしかない。今日は何も収穫がなかった。本当についてない。一節あれば十分だ。
まずはパイプを仕上げて、何か食べよう。大きくはないけど、とりあえず水は通った。本当はこの骨は罠の餌に使うつもりだったけど、こうして煮込んだ方がもっと美味しそうだ。竹筒いっぱいだ。鶏の骨をこうやって煮たら絶対うまい。しっかり沸騰してる。もう火は通ったはず。鶏の骨と山芋の煮込む。水で我慢するしかない。スープを全部出して。これを食べられる。すごく柔らかい。味も悪くない。全部だいたい半斤くらいの重さだ。ボスに言われて見回りに来た。昨日の残りを朝ごはんにした。今日はこれを火を通して食べよう。最後のカズラの根だ。あとは時間に任せるしかない。今日はあまり天気が良くない。昨日より寒い。風が強くて暗い夜はウサギが一番活発だ。食べたらまずウサギの仕掛けを確認する。
焼いた方が美味しい。出発しよう。まずはウサギの巣から確認。風が強くて暗い夜。昨夜は風が強かった。暗い夜はウサギが活発になる。見て、これはかなりいい兆候だ。新しい痕跡だ。ここはいつもの通り道だ。これに引っかかってないってことは通ってない。今はあっちに向かえばいい。向こうに4つある。得れる確率がかなり高い。ウサギはルートが決まっているから、来れば必ずここを通る。これは作動したみたいだ。少し触れただけだ。それでも結局いつもの道を通っている。前を見てみよう。新しい糞がある。さっきの罠は分かれ道にあったから端に触れて作動したのかもしれない。それで逃げられた。よしよし。ロープが噛み切られている。首にかかるように仕掛けたのに、こういう予想外もある。足が先に入って焦って噛み切ったのかもしれない。それに地面を見ると、ここでかなり暴れたようだ。これで警戒してしまった。もう来ないかもしれない。ウサギは逃げたけど、あちこちで鳴き声が聞こえる。次は取れるといい。今は全部この上にいる。谷には水がある。上には水がない。引っかかってないのは普通だ。獲物はまだ上にいる。通り道のポイントも全部ダメだ。もう少し上に行こう。目が悪いと危ない。あっちに山鳩がいる。
少し距離がある。まずは静かに近づいて様子を見る。もしかするとミスに気づかれたかも。仲間を呼ぶ声だ。でも全部あっちにいる。罠は全部尾根に沿って仕掛けてある。ちょうど谷の水場とあの場所の間にある。回り込まないといけない。でも動いてる方向は悪くない。罠に誘導できる。方法が一つある。かなりリスクはある。でも捕まえられるかもしれない。あっちには10から20まで小くらい罠を置いてある。リズムよく動いてあいつらを誘導する。こっちからあっちへ追い込む。ボスに言われてきた。昼間は地面で餌を探す。だからゆっくり前に進まないといけない。音もあまり立てないようにする。追い立てる感じで驚いて飛ばれたら終わりだ。距離を保つ。ちょっとこの辺りを歩いてみる。全部半斤くらいのサイズだ。残念だ。群れの中で一つだけ取れた。よし、これは逃がそう。今は塩で軽く下味をつける。その後火を強くする。火が安定するまで少し時間がかかる。竹を燃やして今日は焼き鳥を作る。串はもう準備できた。でも肉だけじゃなくて野菜も欲しい。野生の酵素を取りに行く。嫌な予感がする。岩の上は乾いている。でも下は湿気が上がってきている。この後雨が来るかもしれない。小さく切るとやっぱりいい。火を強くして一気に焼く。もうジュージュー油が出てきた。焼き上がった。しかも油が乗ってる。
この肉を見て。めちゃくちゃうまい。野草で包んで食べる。巻かなくてもいい。横に置いておく。この足はいい焼き加減だ。少し油があって。おお、最高だ。ライターも何も持っていない。火の準備もできた。これは昨日食べ残した鳥の骨だ。さっきの鶏の骨で山芋を煮た。ここはネズミが多い。本当はこの骨は餌に使うべきなんだ。残念だな。キノコは昨日でも取れた。でも取らなかった。もっと大きくなると思って夜はずっと火を消さなかったから温度が高すぎて腐ってしまった。でもまた小さいのが生えてきている。これだけしかない。朝からずっと悩んでいた。どうするべきか。鶏の骨でキノコを煮たら絶対うまい。かなり悩んだ末にやっぱり骨は餌に使うことにした。周りに石を少し詰めておく。多少の温度ならいいけど、熱すぎるとキノコはすぐ腐ってしまう。今日はあまり天気が良くない。昨日の夜から雨が降りそうだった。明け方に少し降った。出発してネズミ用の罠を仕掛けに行く。目的は罠の確認だけど、それに加えて道中もしっかり探す。朝は何も食べていない。山菜とかも少し取っていこう。すごく柔らかい。これは見逃せない。めちゃくちゃうまい。もし塩があって酢であえて少し味の素を入れれば唐辛子とラー油で最高にうまい。これ成長が早いし道中にも多い。これを食べると 3,4 分は腹が満たされる感じだ。峡谷の中に平らな石がある。それからあっちには岩の隙間だらけでネズミの巣になっている。石の隙間の中は全部穴だ。ここに石板式の罠を置ける。峡谷の両側もこんな感じで穴の入り口がとても滑らかだ。しかもこんなに広い通路は大体ネズミだ。石板罠のトリガー装置だ。縄を編むみたいにかなり活発な痕跡だ。とにかく先に縄を編んでおく。この石板式のネズミ罠を設置したら次は別の罠を見に行く。今はネズミが活発だから先に餌を探させる。これくらいの長さなら罠を一つ置ける。全部で9個くらい石板罠を置けそうだ。まずトリガー装置を作る。こんな感じだ。それからこっちにも切れ込みを入れる。ここに縄を結ぶ。
OK。これでいい。この食べ残しの骨で罠を作れば絶対いい感じだ。こうやってしっかり固定すれば小動物には食べられない。少し大きめのある程度重さのある動物じゃないと作動しない。雲の草原にいた時、たくさん石板罠を仕掛けたけど、指くらい小さいのしか取れなかった。だから今回は石を改良した。幅も広くて厚い。ネズミがこの鳥の骨を食べに来たら、この石は硬いし乾いているけど、一発で叩き潰せる。この場所を覚えているか？前にここで竹のハサミ罠を使った。しかも獲物もかかった。取れた後はもういないと思っていたがまだいる。痕跡がすごく新しい。前回捕まえきれなかったのか、それとも新しく来たやつだと思う。ここにもまた仕掛けられる。 OK。 今からトリガー装置を作る。少し焦げた骨付き肉の骨、めちゃくちゃいい匂いだ。先にこれを置いておく。この石は絶対いい感じだ。この場所に設置する。ここは平らだし、下も石になっている。2つ目完成だ。まだ頑張らないと。あと7個ある。作動していない。今日は石板罠を9個仕掛けた。輪罠も20個以上確認した。見て回ったけど何も収穫なし。先に避難小屋へ戻ろう。朝は山菜しか食べてない。ちょっと限界になってきた。また山芋を食べるか。残っている保存食も節約して少しずつ食べないと。あと3食分くらいしかない。今日は疲れすぎた。洗いもしないでそのまま焼けば半分くらいは腹が満たされるだろう。山芋を小さく割って火が通りやすくする。3つ分だ。もし足の罠も、特にネズミ用のやつが鶏の骨を餌にしても取れなかったら別の方法を考えないといけない。急いで罠を見に行こう。昨日新しく仕掛けたネズミ罠だ。鶏の骨を餌に使った。かなり期待できるはずだ。今は水の確保だけは楽だ。あと30分くらいで一番上のネズミ罠の場所に着く。どうか取れていてくれ。5月明けから気温が上がってハエまで出てきた。これは作動していない。別の罠を見てみよう。これも作動してない。仕方ない。
明け方にまた少し雨が降ったんだ。別の罠を見よう。取れていてほしい。ダメだ。全然ダメだ。作動すらしてない。これで3つ目だ。石板式のネズミ罠を全部見終わった。何もなかった。山の上に行って輪罠を確認しよう。峡谷近くのは何もない。まるで運に見放されてる気分だ。前の方は晴れている。晴れの日はみんな峡谷に水を飲みに来る。だから峡谷近くの斜面にたくさん仕掛けた。何もない。これもダメだ。休憩の罠も作動していない。この気候は変わりやすすぎる。明け方にまた小雨が降った。俺の罠は基本的に獣道か。水場の近くに置いてある。石板罠を9個見て、輪罠も7個確認した。収穫ゼロだ。あとは上だけだな。上にはまだ14個か16個ある。生地を食べてるのか。鳴き声が聞こえたか。どうするか。鳴いているってことは地面で動いているはずだ。今近づいたら驚かせてしまう。飛び立たれたら絶対捕まえられない。今は待つしかない。鳴き真似で誘ってみる。できるだけこっちへ来させたい。さっきあいつらは峡谷へ水を飲みに降りていた。くそ、全然反応しない。鳴き方が下手なのか。これでもダメか。うまいっす。うまいっす。疲れた。獲物ゲットだ。今日は運が向いてきた。獲物の方から来てくれた。オーケー、水を汲んで沸かそう。さっき空から鳥が降ってきたみたいだ。熱湯なら毛を抜きやすい。毛を抜くのに少し時間がかかる。もう腹が減って限界だ。水はもう沸かしてある。沸いたら山芋の準備をする。川にも埋めておいた。あとは時間に任せる。春が来た。替え劇だ。産毛がたくさんある。火で軽く炙るしかない。吊るしていぶしておく。炭火でじっくり焼き続ける。こうすると味がもっと良くなる。
これで半分くらいは腹が満たされそうだ。今後肉を処理するときは避難小屋を少し離さないと。今は気温が上がってハエアカがすごく多い。これで半分くらいは腹いっぱいだ。薪がなくなった。薪を集めよう。キノコもダメだ。ついてないときは水を飲んでも歯に挟まる。もういい。食料を節約しよう。大雨じゃ外にも出られない。寝るのが一番節約だ。大雨だ。西湖島の外の水量がものすごい。明け方から降り始めて全然眠れなかった。野外活動をするときはキャンプ地を絶対に峡谷にしてはいけない。水が全部峡谷に集まるからだ。だからここを掘って流れを良くする。夜明け前に雨が降った時、外に2つ置いていたのを忘れてた。電池を入れた小さい防水袋だ。乾かしてたんだけど1つは流されてしまった。まだ大雨が来るかわからない。だから溝を深く掘って排水する。排水口を広げるのも大事だけど、シェルターの状態にも気をつけないと。絶対に水を吸わせちゃダメだ。濡れたら終わりだ。まだ続けないと今日また降るかわからないから。この石、少なくとも90キロはある。一度の大雨で全部の計画が崩れた。設置して2日しか経ってない水道管も完全に流された。キノコももうダメだ。湿気が多すぎて水に浸かってしまった。大変なことになった。今の備蓄食料は鳥1羽だけだ。地面に少し山芋を埋めてある。この雨がいつまで続くかわからない。今食べてしまったら後の行動を支える体力がなくなるかもしれない。刈谷罠の見回りとか、あの場所はどれも遠いから。もう一つ問題なのは薪がもうないことだ。幸い雨は止んだ。水はここまで来ていた。もしこのまま水位が上がり続けたら前の方にある。
上の岩穴に避難するしかない。でも雨が止んで助かった。先に薪を集めに行く。途中で山菜も取れるか見てみよう。もし山菜があまり取れなかったら前に埋めておいた最後の山芋を食べるしかない。空はまだどんよりしてる。また雨が降りそうだ。とにかく先に薪を回収しよう。地面が湿ってるから裸足で動くしかない。近くの薪はほとんど集め尽くした。だからもっと遠くへ行く。しかも水道管も全部流された。あついてない時は水を飲んでも歯に挟まる。爪が長すぎて石にぶつけたせいで爪がめくれた。同じことを繰り返さないためにこの長い爪を切ってしまおう。さっきは本当に痛かった。尿が漏れそうなくらいだった。爪がめくれるのは本当に痛い。前に股間を強打した時より痛い。股間を打った時はしびれる感じだったけど、これは一瞬で意識が飛ぶほど痛い。他の爪もついでに切っておこう。また雨が降ってきた。もういいや。先に薪を集めよう。降るなら降れ、帰ったら埋めてある。残りの山芋を食べる。食べたらもう終わりだ。このまま雨が降らなければ水を使うのも楽になる。家の近くで済ませられるから。まず山芋を洗ってそのまま焼いて食べよう。もう食べないと無理だ。腐っている部分もある。これを埋めて草木灰をかぶせてから強火で焼く。前に取った栄養になる葉っぱも袋の中で乾いてた。今日は山芋を焼いて栄養茶も作ろう。あとは時間に任せる。
前に備蓄しておいた食料に本当に助けられた。味は悪くないけどちょっとパサパサだ。さっき煮出して冷ました栄養茶を一口飲もう。早く食べよう。食べながらお茶を飲んで、それからしっかり眠る。外はまだ小雨が降っているから